こんにちは、宮西です。 OMM お疲れ様でした。いや今回の OMM 結構寒かったですよね。皆さん寒くありませんでしたか？私は結構寒かったなという記憶が強くて、夕方キャンプ場に戻ってきて、コースフィニッシュしてキャンプ場戻ってきて、その時点でもね結構寒いなとは思ってたんですけど、なんかそこからぐいぐい温度下がっていって、多分最終的には夜中にマイナス3度ぐらいにはなったんじゃないかなと思います。ちょっと手元の温度計ではね地面に置いてたんでマイナス6とか表示されてたんですけど、多分そこまでは下がってないかなと思います。なんか皆さんのツイート見てても多分マイナス2、3度なのかなと思いました。で私はですね、今回ストレートエリート E ストレート E に出場しまして、目標はねできれば入賞したかったなというのはあるんですけど、結果的には10位ということで、思ったような結果ではありませんでした。でその理由の一つとして、ちょっと装備があまりにも寒かったかなっていうのはありますね。予報ではだいたい何度かな、0度ぐらいかな、最悪寒くても0度ぐらいかなって思ってたんですけど、結果的にはマイナス3度ぐらいまで落ち込んだっていうことで、想像よりも全然寒かったんですよね。で夜も正直凍えながら横になって寝れなかったみたいな感じで、体力が回復するほどうまくやっぱ寝れなかったなっていうのがありました。で前の動画でも紹介したんですけど、私の装備かなり軽く作っていきました。で結果的にはそれでは寒すぎて快適性というか、暖かさが足りなかったということなんで、その教訓も兼ねて皆さんに私の装備をねじっくりご紹介したいなと思います。皆さんは私のような装備では OMM に出ないようにということで、じゃあいきますか。じゃあ最初にですねシェルターについて見ていこうかなと思います。結構シェルター私のシェルターを見に知り合いがいっぱい来てたんで、もしかしたら通りすがりで私のシェルターご覧になった方もいるかもしれないし、TwitterX ですね X の方でも私のシェルターは写真をちょっと載せさせてもらったので、もしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですけど、これですねキューベンファイバーのペラペラのこいつでいきました。市販品ではなくて自作のシェルターです。広げると、この写真みたいな感じになって、重さはだいたい 100g ですね。このシェルター巻くとペグとポールを合わせて、全部でだいたい 100g 切るぐらいの重さになってます。 99.8g とかそれぐらいですね。で重さは非常に軽いんですけど、こいつの快適性自体はそんなに問題はなくて、きっちり膜として覆われてますし、低く張ればそんなに風も入ってこないんですよね。だからこいつ自体はそんなに悪くはなかったのかなと思います。実際これは3年連続で使用していて、バディの方からも、軽さの割にはいいよねと言ってもらってます。で問題だったのがシュラフこれで言ったんですけど、ちょっとシュラフは薄すぎたかなっていうのが正直なところですね。これどんなシュラフになってるかっていうと、この表面は SOL のエマージェンシーシートでできていて、これを筒状にしてるんですね。こんな感じで、こんな感じって言っても全然わかんないかもだけど、筒状になってます。で筒状になっていて、その内側にプリマロフトっていう化繊のダウンを入れてます。この白い部分が化繊のダウンですね。こんなふわふわの化繊なんですけど、よくシュラフとか、あと化繊のダウンのジャケットとかに使われている素材ですね。非常に軽くて保温性もそれなりにあって、よく使われているものです。でこれを中に突っ込んでいて、マジでただそれだけで、中はこんな感じになってます。で基本的に体の上の部分だけをこの
保温材プリマロフトで覆っていて、下の部分に関してはこの黒いマットですね、マットで断熱するという設計になってます。でいつもこれねだいたい0度ぐらいの時だったらなんとか耐えしのげるって感じの装備なんですけど、今回はそれよりもさらに下がってマイナス3度ぐらいまで、寒くなったんで、ちょっとこれだと、寝れないのは寝れないんですけど、寝れないにしても体が冷えてしまって体力を温存する回復するどころか逆に消耗してしまうような、感じだったかなとは思います。で次マットですね。マットなんですけど、これ、皆さんご存知かと思うんですけど、大和道っていうブランドの、ミニマリストパッドという商品ですね。これは普通に既製品を買ってきて自分の体型に合わせてねこう切ってあるものですね。この辺りは以前の動画でも少しだけお話ししているので、ぜひ見てみてください。でここのシュラフのこの断熱性に関してはちょっと次回の OMM では、この厚みを増やすか、シュラフ自体を別の何か羽毛のダウンにしてしまうか、ちょっとまだ考え中なんですけど、もうちょっと保温性のあるものにはしたいなと思ってます。これだとね、やっぱり、それなりに保温性はあるんですけど、夜の間ずっとこう寒いな、しんしんとこう寒さが来るなみたいなのを感じながら過ごしていました。で特に寒かったのが足元ですね。足元が、こっちなんですけど、なんていうかな、足の上側しか基本的にはダウンがないので、足のこう下側というか先端のあたりですねに関してはあんまり保温性がなくて、それも寒いと思った理由の一つですね。基本的に上半身は結構、フリースを着てたこともあってそんなにめちゃくちゃ寒いって感じではなかったんですけど、足元が特に寒いなと思いました。なので今度強化するとしたら、保温性を上げるとしたら、一番先にやるべきなのは足元かな。それと、マット自体ももう少しだけ分厚いものにしたいかなと思います。このマット自体はですね、厚みが5ミリということで、非常に薄いんですけど、このマットを、特に体重のかかる部分に関して、2倍の厚さ1センチにしちゃうとかにすれば、だいぶ保温性に関しては、地面からの熱は結構いい感じになるのかなと思っています。このシュラフでいくとしたら、例えば去年の OMM みたいに最低気温があれどれくらいだったかな、多分2度とか3度か、もしかしたら5度ぐらいまでしか下がってないのかもしれないんですけど、結構暖かかったですよね。あれぐらいだったらこのシュラフでも十分寝れるのかなとは思いました。実際私もこれで行って、多少しっかりとは言えないですけど、ある程度は寝れたんで、このシュラフでもいけるのかなとは思います。だから、スペック的に言えば、快適温度が5度加減が0度みたいなイメージですかね、このシュラフだと。悪くはないですよね。重さ的にはだいたい 200g 切ってるぐらいなんで結構軽いっちゃ軽いんですけど、じゃあシュラフはこれぐらいにして、次ですねクッカーいきますか。クッカーなんですけど、これただのアルミ缶ですね。コーヒー缶です。コーヒーの 185ml の一番ちっちゃいやつかな、よくあるコーヒー缶ですね。それを一番上ここ削って、で切り落として、でこの辺の塗装も全部剥いじゃって作ったっていうものです。アルミ缶これ 185ml の容量なんですけど、アルファ米 100g に対して必要なお湯の量が、160ml かなぐらいなんで、ぴったりなんですよ。こいつに、9分目ぐらいまで入れて、お湯を沸かしてやるとぴったりアルファ米が 100g 作れる量になるんですね。だから容量としては多分最小サイズで非常に使いやすいかなっていう感じです。ご飯としてはね、アルファ米 100g って多分
一般的な男性大人だと全然1食分としては足りないのかなと思います。おやつとかつまんでれば 100g でもいけるんですけど、走った後に食べる量としてはちょっと足んないかなっていうぐらいの量なんで、基本的に私はこれ2回分 100g を2回食べるんで、この缶で2回沸かして、アルファ米を作るっていう感じですね。それがめんどくさい場合はこの倍の量の、缶というかクッカー持たないといけないんで、ちょっと大きさとしては大きくなるし、重さもちょっと増えちゃうのかなと思います。でこの中に入ってるのが五徳ですね。これ五徳で、あとライターも入れてます。ライターはビッグのライター、これ結構軽くて 10g ぐらいかな、 10g か 11g ですね。OMM でも10周年記念でビッグのライター売ってたみたいなんですけど、あれよりは一回り小さいサイズ、ビッグミニっていうライターですね。で五徳もこれは既製品で、8g ぐらいのものですね。これ実はこの五徳がアルミ缶の下側にぴったりくっつくんですよ。ここがグイッと押し込むとこんな感じでぴったりくっつくんで、こうやって持っても五徳が外れないんですね。意外とこれがシンデレラフィットしてます。でこれアルミ缶なんですけど、アルミ缶でコーヒーのやつって意外と少なくてスチールだったりするんですよね。でこれ私が、使ってるのは UCC ブラックのコーヒーの缶です。であれが一番形が扱いやすいし、アルミ缶だし、どこでも手に入るしで非常にありがたいですね。100円ちょっとで買えるんでぜひやってみてください。で燃料は私はいつも固形燃料を使ってます。よくある S ビットのこれミリタリーかな、ミリタリーのやつ、何でも S ビットの固形燃料はどれでもいいと思うんですけど、これ一つでだいたい 13g ぐらい 12g とかかな。で、寒い状況だとこれ1個で180、160ml を1回沸かせるか沸かせないかぐらいですね。これ1個でこれ1回っていうぐらいの量です。寒い時だったり、風が強い時だったりするとちょっとこれだと1回沸かせないかなっていうぐらいなんですけど、お湯完全に100度まで沸騰させなくてもアルファ米は美味しく食べれるんで、基本的にはこれ1個1回って思っとけばいいかなと思います。固形燃料非常に軽いんでおすすめです。で固形燃料を使う時はね、地面直接これを置くわけにもいかないんで、こうやってアルミホイルですね、適当にちぎってきてこの上でピッてやってシュッてライターでつけてあげるとつきますね。で最近ですね、私あんまりお湯沸かすことがなくて、去年も結局自分用には沸かさなかったし、一昨年も自分用にはお湯沸かしてないんですよね。なんでかっていうと、当然お湯沸かすのはちょっと手間ですし、アルファ米ってお水で戻して食べるっていうこともできるんで、コースから帰ってきてフィニッシュした瞬間にもう、水を汲んできてアルファ米の袋に入れておくんですね、水を。でそうすると、1時間ぐらいでできるんで、友達と話したりシェルター立てたりシュラフ開けて準備して敷いたりしてる間にだいたい1時間ぐらい経っちゃうんで、もうそれ勝手に自動で水を吸ってアルファ米は戻ってくれるんで、お湯沸かさずともすぐに食べれるっていう感じになってます。でこの缶自体の重さはだいたい 10g ちょっとで、この五徳が8g とかなんで合わせて 20g ぐらいなんですよね。これで 20g でライターも 10g ぐらいなんでこれで 30g、1回分の固形燃料は 10g、13g ぐらいなんでこれでだいたい 45g ぐらいになるかな。非常に軽いですよね。で今回私はですね、夜はお湯を沸かさずにアルファ米食べたんですけど、朝はアルファ米用にお湯を沸かして食べました。なぜかというと夜が寒すぎてさすがに朝はお湯欲しいなと思って、温かいご飯食べたいなと思って沸かしました。正直面倒くさかったんですけど、やっぱりお湯沸かして食べた方が美味しいですし、気持ちもちょっと
上がってきて、楽しいし、やっぱりなんだかんだお湯は欲しいなとは思いましたね。当たり前ですね。はい。多分皆さんそんなこと馬鹿げたことはやってないと思うんで、お湯沸かしてると思うんですけど、ぜひお湯は沸かしましょう。いや、お湯があるって幸せですね。ということで今日は、スリーピンググッズ、キャンプ地での、超軽量ギアの紹介というところで、以上となります。では皆さん OMM 本当にお疲れ様でした。入賞した皆さんおめでとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。